暑いな今日マジで。めちゃくちゃ暑いわ。さすがにタクシー乗るしかないよな。いやーだよ、これ歩いて行ったらとんでもないよ。だって駅から徒歩15分20分ぐらいだもんね。20分ぐらいかかる。なんでこんな遠いとこ予約したの？ねえ、まあ完全に任しちゃったからあれだけどさ。任したけどさ、うわー。でも正直さ、わかる。もう俺が言いたいことわかる？わかるよ、もう何言うかわかるもん。わかるよね、うん、あんま乗り気じゃないよな。行きたくない、正直。行きたくないレイジも。行きたくないよな。だってね。いやだってさ、いや日雇いバイトで飲み会やろうってなる？ならないよね。何日雇いバイトの打ち上げって。初めてなんだけど、日雇いバイト何回かあるけどさ。いや本当だよね。今日飲み行こうみんなでってなったの。一緒にその日集められて、まあ、たまたまね、年がちょっとそうね、まあ、盛り上がったけど、その楽しく喋ったりはしたけど、まあ、一応ライブのスタッフそうね、ゲームバイトね、みんなちょっと音楽好きとかで若干その日にさなんか「あ年近いんすね、よかったらグループライン作りましょうよ」みたいな。なったね。そこまではまあどうせまあ動かないだろうみたいな、ね、飲み行く。本当にやる？これで本当にやるパターンある？まさかだったね。何の話すんの？あの日のバイトすごかったね。俺まだね、俺ら以外に4人ぐらいいたじゃん、合計6人ぐらい。俺まだ2人ぐらい名前ちゃんと覚えてない、いや覚えてないよ俺も。一人ギリギリ瀬古さんだけね。瀬古さんだけ覚えてる。あともうなんかとかその、すいませんとかでやってたからさ。やってたでしょ。でザンってしたくねえなこれ。結構居酒屋だから飲むんかな。いやダメなんだよ。俺今日塾あんのよ。あ、そうなん？そうそれもあんのよ。塾ある？塾ある。だからもう行きたくないんだよ。塾行ってんの？行ってるよ。まだ塾行ってんの？まだっていうか塾塾そうだからあるからちょっと飲めないしっていうのもあって。いや俺も正直ちょっと乗り気じゃないから。ああそうだよね。いや特にないよ。なるね。特に予定はないけど行きたくない。だったらこれ早く帰れっかな。考えよう、帰る方法。そうだね。行くしかないもんね。行くのは行くしかない。もうタクシー乗っちゃってるしさ。いやどうする？だから言う？普通にあれだ。だから俺も塾あるって言うわ。いや信じないんじゃない？信じたい。いやでも塾は本当にあるから、もう嘘つくとかっていうか普通に塾ある。ないからさ、大人の塾ってあんま信じてもらえない。さすがになんか変な空気になりそうじゃない？ダメか。いやなんか塾って言うとなんか他の理由ならまだいいと思うんだけど、塾ってはいあそうは塾はってなりそう。じゃあこの後引っ越しあるっていう。無理やんじゃないそれ。無理。いや引っ越しってあんま夜やんなくない？そうか。今だって8時だよ。なるほどね。引っ越しってなんか日中のイメージあるからさ。そうか、そういう人もいるか。無理だと思う。じゃあ夢を追いかけて上京するから。それもあんま夜じゃないし、この後夢を追いかけて上京するって予定ある人あんま飲み会来ないだろ。そうか。来ないし、東京だしここ。バレるか。バレるよ。確かにそうか。嘘は良くないけど、いやでもなんか次に予定ある感じの雰囲気を出すのはなんかいいと思うから。だよね。そう例えばね、1杯目とかお酒行きたがると思うんだけど、1杯目ちょっとこうウーロン茶とかにして、なんかこの後あんのかなみたいな。なるほどね。ちょっと課題残ってんのかなみたいな。ちょっとやることあるのかな。そう今日あんま飲めないのかなみたいな。いいね。にする。それめっちゃいいじゃん。そうだから最初「お酒嫌いなんですか？苦手なんですか？」って言われて「いや普段めっちゃ飲むんですけどちょっと今日すいません」みたいな感じする。そしたらなんか二次会さ誘われたりとかもなさそうじゃん。ちょっと「要くんね次ありそうだから」って言って。そうね。だからソフドリ作戦はまず一旦ジャブとしてありだね。ありだろうか。そしたら俺あれだ。俺注文俺やるわ。注文やる？みんなのやる。じゃあまず注文サラダ。サラダね。焼き鳥盛り合わせ。6人いるからね。唐揚げ2ぐらい。そうだね。でまあ箸休め的な感じで枝豆とか。枝豆いるね。だし巻きも食べて、で冷やしトマトこれも置いとくね。あとステーキだ。ステーキもここに置いとく。であとうどん人数分。締めまでいくの？うどんもここで。うどんってあれ炭水化物もう締めだ。ここまで頼んじゃったらもう食べ終わり次第出るかみたいな感じあるから。最後うどん
頼むかってなるけども、それ最初に行くんだ。そうそう、一発目で全部いっちゃう。あ、そうだね。もう焼きおにぎりももういっちゃう人は行ってください。あ、焼きおにぎりも焼きおにぎりもいっちゃう人は行っちゃってください。あ、焼きおにぎりもだいぶ強引だな。デザートもいっちゃっていいかもしれない。デザート、いや、さすがに怪しまれんじゃない？本当か。ダメか。大丈夫レイジ君って言われるか。いきなり行くそれって最後。デザートいつ食べんのこれ。アイスとかだったら溶けちゃうよ。あ、まあそうかそうか。まあ、だいぶ変なやつだから、こう空気読めないやつだから、なんかいい感じに嫌われて早く帰れる可能性あるけど。ある？あれ、まあちょっと強引か。強引かもな。あれだ、店員さんがさ、居酒屋で靴脱いだらそれ持ってってくれるじゃん。あれちょっと店員さん止めて「待ってください」って言って「その靴も出しっぱなしにしといてください」って言って出しっぱなしにしといてもらって出しっぱなしよくトイレ行く人かなって思われるんじゃない？あ、思われちゃうか。早く帰れるように。そう、もうすぐ帰れるように。そんなビビたるあれもね、ちょっとでもタイムを縮めるためにちょっとでももう早く帰りたいじゃん。だってそれはあんま意味なさそうだけどな。あとあれだ、今日だから行く店が焼き鳥だから。焼き鳥だね。昼焼き鳥食べちゃったっていうわ。昼焼き鳥食べちゃったっていうの。そしたらさ、なんかあ、昼も食べてんだ、帰んなってならないかなるかなんまなんないならないかな。あ、今日昼も焼き鳥食べてじゃあごめんレイジ君帰んなはもう嫌われてるからなんないか。ちょっとした焼き鳥にレンちゃんを帰んなってならない。なんないと思うけどなんで昼焼き鳥食ってんだとはなるけど。そうかそうか。今日焼き鳥の店予約してんのに。そっか、バレるか。いやちょっとむずいな。なんかあるかな。あれとかはやっぱさ、家に帰らなきゃいけない事情を作ってさ。レイジ猫飼ってんじゃん。本当だ、そうだ、ドロだ。猫飼ってるからなんか猫の世話しなきゃいけないみたいな。あ、めっちゃいいじゃんそれ。いいよね。じゃあ俺はでもスマホの待ち受けホーム画面ドロの画像にしとくわ。あ、ドロね。いいじゃんドロ。猫ちゃんにしとけばさ。レイジの犬じゃねえや。レイジの猫。俺の猫ね。犬じゃない。委託間違えた。レイジの猫ね。猫。ああ、いいね。これ見てもらったらもう。そうだね。一匹にしてて大丈夫？なるよね。なんか女の子とかがさ、レイジ君の待ち受け猫なんだ。あ、そう今ね飼ってて。名前なんていうの？これね、ドロっていう。ドロっていうのかわいい。なんでドロっていうのこれ？もともと道で出会ったんだけど。道で出会ったんだ。その時からティアドロップのサングラスかけてティアドロップのサングラスかけてる。本当だ。なんでサングラスかけてるの猫が？お金持ちなんだよこの猫。お金持ちってどういうことだよ。だからティアドロップのドロを取ってドロって名前。マジで意味わかんなすぎて面白いんだけど。てかレイジ君が面白い。面白い。めっちゃなんかさ、もっとさ話したい。本当？さあマジさ、もっと早く出会っていたかった。早く出会っていたかった。もっと君と早く出会っていたかった。帰りたくないかも。ダメじゃん。帰りたくないかも。ダメじゃん。こんな盛り上がっちゃうなら帰りたくないよ。帰らないとダメだよ。どんなこと言われようと。帰るために今作戦会議してんでしょ。いやそうだけど。ちょっとだけさ、猫の話で盛り上がったからって。いや早く出会いたかったなと。ドラマでしか聞いたことないセリフ言われたら。もっと早く。もうちょっと喋りたくなっちゃった。君ともっと早く出会って君ともっと早く出会っていれば。映画館でしか聞かないよそんなの。既婚者の人のもう少し早く出会いたかった。熱い展開だよ。ダメだよ、ちゃんと断んないと。いやもうね、ドロ心配だから帰るから。いやもうそうだね、言わないとダメか。それは使えるよね。だってそうだよね、女性もいるし、なんか同世代とか言ってるけど結構年離れてんだよね。なんか4個5個4個上かなぐらい上なんだよね。瀬古さんが26とか言ってたから。言ってた。だからちょうど5個ぐらい離れてる。なんかそこもなんかあんま行きたくないんだ。ノリ違うというか、こう合わない部分あるんだよね、やっぱな。その感じを出す。ああ、なるほどね。ジェネギャありますみたいな。だから話し合わないなこいつらみたいな。はい。なんかジェネギャないっけ？俺ら世代のトークを俺とレイジがすればいいんだ。ついていけないなと思ってるんですね。そう。ポケモン？全世代だな。全世代か。あれはもう30年やってるからさ。なるほどね。上の世代もそうだし、俺らもそうだし、なんなら高校生とかもやってるから。何使ってたって盛り上がっちゃうか。いや、なんならそう、今そんなポケモンいるんだみたいな。それじゃあやめて。一番盛り上がるポケモンの話題は。じゃああれじゃん。マーラータン。食べてんだろ。食べてるか。25歳も。25も食べてるか。マーラータンの話しても。いや、ギリ。女子なんか全女子食べてるんでしょあれ。全女子食べてるか、マーラータン。前マーラータン屋行ったら本当に全員女子で。本当？男子いるみたいな目されたよ。そんなに？本当に。男子がなんかトッピングのところなんか周りキョロキョロ見ながらやってる。そんなにもう女の子みんな食べてんだ。で、サーカス撮ってるじゃんって目で見られた。って思ってるだけだよ。多分ね。いやむずいやん。
むずい、ね、ジェネギャむずいか。そうだね。ちょっと帰んなきゃいけない理由な。去年のさ7月ぐらいにさ、なんか人類最後の予言みたいなあったよ。なんだっけ、私が見た未来みたいな。そうめっちゃ好きだったって何あれ。あの予言めっちゃ好きだった。めっちゃ好きだったあれ。めっちゃ好きだった。めっちゃ好きだった俺。そうあの予言。好き嫌いで俺あんま見てなかった。ごめん。信じてたか信じてないかとかあったけど。好きだった俺あれ。あの時さ、さすがにさその当日になったらさちょっとそわそわしたじゃん。したよ。それをさ、今日ってことじゃない。今日ってことにする。今日その予言の日なの。今日なんかの予言の日で地球最後もしないって言ったら、そしたらちょっと家族に会いてえかも。なる。日雇いバイトで最後飲んでる場合じゃねえかって絶対になる。絶対なるじゃん。絶対なる。地球最後の日に日雇いバイトのメンバーで飲みたい。そんなわけないもん。ないでしょ。そもそも日雇いバイトで飲みたいわけないんだから。そうだよね。そもそもね。最悪の最悪だもん。だからそれやろうぜ。それめっちゃいいわ。予言作戦ね。予言今日なんだよって言って、私の見た未来だから。そうだね。で漫画だから。そうか。言ってるだけじゃちょっと信憑性ないから。なんか作ってよ。なんかじゃあ俺 AI とかで作るわ。作る。なんで本だっけあれ。あれもともと本だったから。じゃあ表紙作ってこの本で言われてんだよみたいな。見せるわじゃあそれ。タイトルはなんだっけお前のやつが。私が見た未来。俺の未来。俺の未来はもう卒業文集じゃん。俺の未来。いやそれは俺の未来ってタイトル、その将来は俺はこうなりたいですじゃん。俺の未来で AI に作ってもらう。卒業文集のタイトルじゃないの。ただ個人的なそいつの将来の夢。いけるよ。私が見た未来じゃなくて、俺の未来はそいつ次第だけど。俺の未来をバッの表紙スマホで見せてこう操作したら泥が映るっていうの最高の作戦でいく。最高の猫とね予言の。いけるわ。いや確かにな。じゃあ帰んなきゃみたいな空気はできるよね。もうだいぶベースでだからあとのダメ押しだよね。もうあれだ。喧嘩だ。喧嘩に俺と要がなっちゃえばもうその場の空気最悪じゃん。もう今日一回もう一回お前ら離れてもうどっちか帰るなりして頭冷やせってなると思う。喧嘩すんの俺ら。喧嘩しよう。どうやって？どうする？なんかあんまないもんねそんなのね。いやそうだよ。俺ら喧嘩したの餃子に少々かラー油酢醤油かで喧嘩して以来喧嘩してない。それだけだもんね。そうだよ。どうする？何それ？でもその調味料でまた揉めれんじゃない？じゃあどうやって？今回何がある？もう卓上に結構いろいろある。あるね。焼き鳥に。焼き鳥いいじゃん。焼き鳥いいじゃん。か柚子胡椒かで揉める。いいね。どっち派？俺はでも柚子胡椒かな。どっちか。俺七味結構好きだから。柚子胡椒？山椒か？山椒もあるよね。山椒もある。でも山椒派。じゃあ俺結構七味。で喧嘩すんの？どうやって？ざっけんな。俺がじゃあ要が山椒かけてじゃない。山椒かけて。俺めっちゃクスクス笑うわ最初。は？ちょっとなんで？要それ。今何かけた？焼き鳥に。山椒かけた。今 21？ 11。山椒かけた。すみません皆さん山椒かけたこいつが要です。かけるだろ。山椒置いてあんだから。ありえないな。何かけてんそれ？七味だろ。わかりやすい。いや七味だろ焼き鳥。いやベタじゃん。ベタというかこれが一番だから。いやいいからさ。7って1個で勝負しろよ。7個ないと戦えないみたいな。なんて書くんだよその山椒。ずっと読めないんだよ。椒書けないんだよずっと。山椒も3だろ。山椒に椒はなんかあれだろ。書けねえ感じの頻度の頻みたいな字だろ。書けねえ感じのもん食ってんの怖いだろ。七味かけやすすぎだろ。かけやすすぎてなんだよ。7の味って7の味もしなくない？どういうこと？味が7個で七味って何でもやるじゃん。一回山椒じゃあ俺辛いって字入れろよ。一番の武器は辛いことだろ。味が7個ありますじゃないんで、最初に7辛みだったらまだわかるよ。キュッくるくるポン開けてバーン。もうやった。これやったらもう帰るしかないです。表出ろ。確かにこれで表出ろって。表出ろで、自然と表出ろ。今もう絶対だからもう瀬古さんとかもどうしたとりあえずこれですか謝ろう。レイジ君まず謝ろう。誰にですか？
謝んないんだ。謝んない。いやいやレイジ君一回謝った方がいいじゃんこれ。あ、瀬古さん大丈夫です。別に謝罪とかいらないんで。いやいらないっていうかするわけないから、いや謝罪とか別に求めてないんで、別にこれはもう僕らの。あ、本当。2人じゃあもう帰ろう。なった方がいいか今日はな。なるね。あ、なる。そうですね。帰ります。って言って靴出てるからすぐ行ってすぐ帰ってもうお金だけレジ置いて。そうな。あ、これでいいじゃん。めっちゃいいじゃん。お金だけレジ置いて。決まり。喧嘩だ。見えた。俺七味かけられんの？あ、ごめん。それはちょっとごめん。それはマジでかけられんだ。ごめんな。手とはいえ。ごめん。あ、オッケー。これでいこっか。そろそろあ、もしもし。あ、はい。あ、瀬古さん。はい、お疲れ様です。瀬古さん。あ、全然いいっすよ。2人？あ、はい。追加で。あ、OK です、OK です。何？あ、はい。日本で初めてカレーに福神漬け入れた人と QR コード作った人が来る。あ、わかりました。はい。はい。後ほど失礼します。だって20回ぐらいまで行く？行こうか。そうだな。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。いやね、今日長かったっすね。結構ね、思ったより押しましたよね。ね、もう夜になっちゃった。方向同じなんすね。まあまあね。ね、いやー、私ね、実は一回ザジーさん街で見たことあって、で、その時話しかけてて、実は。なんかありがとうございますみたいなことを言ってました？言ってましたなんかね、目黒だったんですけど、目黒で私たち友達数人で飲んだ後に、なんか物足りなくて、なんか多分ワンカン道で、なんか飲んでたんですよ、それで路地で飲んでて、でなんか大通りがこう見えてたんですけど、その路地越しというか大通りにザジーさんと、新一さんと、鶴丸さんかな、多分違うかな、なんかメガネの芸人さん、多分ね、新一さんとザジさん見えて、であーって言って、でその時かなりザジさんと新一さんのラジオを聞いてたんですね、私が。ありがとうございます。そう、本しゃべ本当は喋りたくない、なんか喋りたくないことを言うっていうね、頑張って喋るラジオ、そう、あれハマってたピークだったから絶対話しかけたいと思って、でも自分の入れたちがなんか銭湯帰りみたいな感じだったんですよ。だからすっぴんみたいな、でなんかジャージみたいな、で結構みすぼらしかったですよ、私が。で、うわ、これ追っかけて話しかけたいけど、なんか
でしんいちさん怖いと思ってなんでですか？なんか本しゃべ聞いてたから、はい、こないだなんかわけわからんやつに話しかけられたみたいなとか言うじゃないですか、なんか、あの人ね。そう、でなんか言われそうと思って、それは自過剰ですけど、なんかブスいたわとか言われたら嫌だから、なんかもっとバチバチの状態で挨拶したいから、でやめようと思って諦めたんですけど、で私たちもしばらくしてなんか解散して、その飲み、で追いかける形になったんですよ。なぜか偶然私が帰り道こう同じ方向だったんですね。ああ、なるほど。チリチリになって、こう帰り道追いかける方向感じになって、で偶然そのタイミングでザジさん一人になってたんですよ。ああ、別れてね。3人解散して、でザジさんだけだと思って追い越ししなに「ザジさん本しゃべ聞いてます」とか言って、なんかバッて言って、ザジさんはなんかもう不意打ちだったんで「うわ」とか言って「ありがとうございます」って言っただけあ、じゃあその時にやっぱり一回は喋ってるんですね。そう、一応喋ってるんですよでも私は本当になんかパーってすごい速さで、なんかみすぼらしいいでたちでなんか駆け抜けていきました、そう伝えたかった。本しゃべを聞いてるっていうことをね、そうなんかやっぱり普段やっぱりそんなに派手じゃないですよね。全然派手じゃないですよね。はい、その時はね、まあでも確かにとりわけみすぼらしい格好してたいや、そんなみすぼらしい格好しないでください。いや、でもね、財前さんもその時上下黒ジャージ。ああ、でも多いと思う。多いですか？やっぱそのお互い結構派手というか、ピンクとかまあ衣装ですよね。ステージ衣装ね。ステージ衣装ビビッドな感じでやってるから、でもその反動でかなり黒とかグレーとか多くないですか？私服。いや、めっちゃそうですね。明日からね明日から溶け込みたいですよね。サージーさんその時はシャカシャカの上下の黒で、結構なんか乱れ髪で、なんかちょっとお疲れだったのかな、わかんないですけど、まあそんな様子で。そんなんですよ普段。そうなんですね、なんか最近ザジさん街角に立ってるんじゃないですか？街角に立ってます。やってますよね。そんな僕の話ばっかりそんな。全然いいんですけど、その時の格好はどうなんですか？その時の格好はでも今日ぐらいです。今日の感じ。ちょっとまあ派手なシャツ。確かに、まあ見つかりに行ってる感じちょっと見つかりに行ってる。ちょっと見つかりに行ってる、でもさすがにピンクではないという。ピンクはさすがにか。普段でも持ってますよね、私服でピンクも一応ね。それはなんかルールはあるんですか？ルールというか法則性は。黒ジャージの人、でもピンク本当に私服できないかも。意外とそうなんですね。着ます？着る時もある。ピンクでも真っピンクじゃなくて、なんかサーモンピンクみたいなやつとか、まあちょっと溶け込み型のピンクは着るんですけど、そうなんだ。なんか私ザジさんの服で一個好きなのあって、ピンクのヒョウ柄が入ったシャツみたいなやつ。結構複雑な柄の。そんな私服までチェックしてくれてるんですか？いや SNS 見てたら出てきたんですけど、それでなんか私が一昨年の夏ぐらいに自分のファッションをなんかジャガーコアって言って、なんかファッションジャンルを定義づけたんですね。ファッションのジャンルを作ってんその夏ね、その夏のテーマその夏のテーマがいやもっと発信しないと。いやライブ衣装とかだったり、まあ私服もなんですけど、なんかファッションの界隈でなんとかコアみたいな、なんかコアって核芯、それを芯に軸にする、それを軸にするっていう意味で、何々コアみたいな、フェアリーコアとか、なんかそういう妖精っぽい服装とか、なんかそういうなんとかコアが流行った時があって、でこれは今年の夏はジャガーコアやねみたいな感じで、ジャガーを軸に、そうジャガーを軸にやってた時期があってまあなんかヒョウ柄とか、なんて言うんですか、レオパード、なんて言うんだろうな、一緒でしょ。一緒英語で言っただけで。なんかあるじゃないですか、たくさんの動物、そういった
ああいった柄を持つ動物の柄をまあなんか取り入れてた時期があったんです、アニマルコアね。アニマルコア、いやそっちの方がいいのかもしれないアニマルコアいやそうそう、でもその時はジャガーコアとか言ってなんか載せててで、最近のザジーさんのなんか載せてた服がジャガーコアだったんですよ。確かに1着持ってますね、ジャガーコア。ありますよね、ちょっと私スクショしたかもしんない。それでスクショして友達にこれジャガーコアやねみたいな感じで送ったんですよジャガーコアザジーをスクショして、そうジャガーコアザジーを残したんですよ。来てくりゃよかった。いやほんとそれで来てくれたらなんかねよかったんですけどちょっと見たかったな。どこだろう、あった、これだ。ね、これヒョウ柄の花も混ざってる。そうめちゃくちゃ可愛いこれ。ありがとうございます。これ最高ですね。確かに結構褒められるかもそれ。マジっすか？やっぱ可愛いもんこれ。古着と、めっちゃいいの見つけてるじゃあガーコアやってんだザジーとか思って、意味わかんないファッショントークしてしまったね。ありがとうございます。そんないきなり何いやまあでも僕らの共通点って言ったらそこが結構ありますもんね。その派手なみたいな見た目みたいな。そうなのかな。普段とか言われないですか？その街歩いてて今日ピンクじゃないんですねみたいな。一時期はすっごくピンク着まくってた時期あったんですけど、あとなんかプリンセスみたいなことやった時期あったんですけど、最近ねちょっとイメチェンしたくて、でもうちょっと身近に感じてもらいたいみたいな。まあそういったなんて言うんでしょうね、戦略じゃないけど好きは好きなんですよピンクとか派手とか、プリンセスみたいなやつが好きなんですけど、それはなかなかね、なんか一応音楽だと、聴く人を選ぶものになっちゃうから、お笑いだったら ね単純にインパクトとかなんかキャッチーだなってなるかもしれないんですけど、いやでもやっぱお笑いでもなんかちょっとその正統派には見られないと思う。その見られないためにやってんじゃないですか。そんなことないですよ。いや私はまっすぐこれ好きなんだけど、みたいな、ちょっと一旦やめてみるかみたいなフェーズに来てる、なんでちょっとなんかジャージとか、なんかちょっと身近に感じてもらいたいなみたいな格好が多い。多分そのネットとか、SNS ができてきてからこの音楽も確かにお笑いも身近みたいなのがすごいキーワードにはなってる気はしますね。そうなのかな。なんかそうなんですよ。やっぱりパッと見で自分の話してないわって思われたら、曲って意外と聴かないんかなって、自分もね、リスナーとしてそうかなってちょっと思って、そう確かにちょっと感情移入じゃないけど、等身大のこの人にもこういうところあるんだみたいな、しやすそうな人、自分とちょっと近いところがありそうな人の曲聴くんかなと思って、ちょっとねピンク封印中。ザジーさんはでもピンクっすよね。でも本当にYouTube とかやり始めてまたその時はもう私服にしようと思って。ネタをやるけどってことですか？いや、そのトークする時はトークの時は私服か、確かにそれはその方がいいかも確かにそうやんな。そうっすよね。そうだからいやだからそう迷いながらですよね、どこまで目立つか、身近に感じてもらうか。いや難しいですよね。でもその短すぎたら曲の世界観とかちょっとなくなっちゃったりとかするじゃないですか。なんかあと横並びで目立たなすぎになったら嫌だなみたいな。なんか結構ミュージシャンの人、ラッパーの人とかって割と着飾ってたりとか、割となんだろうな、高いものを身につけて自慢する文化があったりとか、ネックレスでチェーンとか、そう見せたりとか、女の子もまあ割と
肌露出して強そうな感じとかなんか割と派手にするのが多いから、そう地味にしすぎたらしすぎたでまたねちょっとなんかむずいなみたいな。でもそれはそれで個性にならないんですかね。気使ってるけどじゃあ字ぐらいの感じが目指したいかも。いやむずいな。ちょっとこれはまだいや探してる途中。道の途中バルニー道の途中。バルニー道半ばですね。実験しながら進んでますね。ピンク衣装でもネタの時は常にピンク。羽とかもありましたよね。常にピンク、羽もつけてる。そうですよね、羽とかもあるし厚底ですよね。一回ね私がオーディション番組に応募した時にそんなんもちゃんとしてるんですね。やったんですよ。それは過去になんですけど、2023年にラップスター誕生っていうアベマのね番組があって、ラップのオーディション番組あって、それの応募曲みたいのでザジーさんをネームドロップしたことがあって、そう届いてなかったんだ。いやそれは悲しい悔しいことなんですけど、すいません届いてなかったです。そうでなんかいで最後韻を踏んでいって、最後に野望でかい like ザジーっていうなんか入れてて、嬉しい。でその前の行は飛んでいきたいっていう歌詞で羽もかけて羽で、厚底で背が高いし目標が高いのもその時から知ってたんでザジーさんが、ありがとうございます。だからなんかそういう風に言ったんですけど、でも目標が高いってなんかラジオとか聞いてなかったら意外とみんな知らんのかなみたいな。確かにねあんまり発信しなかったからザジーの野望っていうところはそうその当時は意外とお笑いかなり好きじゃないと知られてなかったのかなとか思って振り返ると、ちょっと前に万バズして、見ました。長文超長文X バカ長文マジで時間かかったあれ読むのでも読んだ。いやだってちょっとした本ぐらいですよね、読ませる力ありました。でもでもあんなにバズったら話違うねんけどみたいな。確かにちょっと今から頑張りますみたいな内容ですね。大きくまとめたらそう気合の宣言ですよね。だから身内でバズってくれたらいいなと思ってたら予想外でした。もうだから2000ぐらいで止まってほしかったのに。確かに普通何万とかですよね。2万まで行って、そうですよね。なんかもういやちょっと思ってるのと違うねんけどみたいな。そうですよね、めっちゃ頑張ってるやつみたいになるやんみたいな。結構気合入ったいやそれは話違う。文才のあるなんか気鋭の芸人みたいになりましたね。だからなんかちょっと頑張ってるやつで周りに届けばいいぐらいのなんかこのそれは芸人さん同士で応援してもらいたいとかそういうなんかだから雰囲気、周りの自分の知ってる文化圏の人に届けばいいなと思ってやったんだけど、2万バズとか言っても知らん人とかまでちょっとルックスは知ってるけどぐらいの人まで届いてなんか知らなかったんですけど応援しますみたいなことになってましたよね、そんなのは予想してなかったんですよね。もう笑ったことないけどファンになりましたとかいやいやちょっと話違うぞみたいな。確かにそれ嬉しくないしね。なんか笑ってほしいのにいやそうテキストでファンになられた、あれびっくりしましたね、私周りも結構みんな読んでましたね。ザジーさん頑張ってるみたいななんかありましたよ周りの友達と。でもちょっと話違うんだけどなんかもう自分で書いといてあれやけどそうですよね頑張ってる人になりすぎてて。そうですよね、かなりこれから執筆のなんか依頼とか来そうじゃないですか、あんな文章を書くんだみたいな。逆に言っていこうかなと思って。違いますよって。いやもうそれをボケみたいに、僕が一番頑張ってるんでって言っていこうかなとみんな頑張ってないでしょってそっちそう僕一番頑張ってるんでって僕芸人の中で一番お笑い好きなんでってうわちょっと僕が言うとボケっぽいじゃないですか。まあ確かに本当になんていうんですか本当にストイックマンみたいな
イメージとかビジュアルの人が言ってたら、単純に嫌な感じだけど、誰だろう、キングコング西野さんみたいな方がそれを言ってたら、もう暴力みたいな、なんかごめんなさい、成功もしてはるしね、そうこっち頑張ってなくてごめんなさいみたいな気持ちになるけど、ザジーさんが言ってたらなんか、シュールかもしれないですね。もしかしたら意味わからん羽つけてブーツ履いて、一番お笑い好きなんでとか言ってた頑張りのベクトルおかしいだろって思われんのかなみたいなね、むずっ。でもあの分でバズっちゃったら確かにどうすればいいのか、そっちで行くかぐらいの感じですね。なんか私なんだっけ、ザジさんが他の芸人さんをなんか意地悪みたいな風に言うけど実は叱咤激励してるみたいなくだりありません？なんか僕がですか？あれかな、ザジさんはそれ認知してないのかな。僕が言ってるやつ、なんか日原さんとかが言ってるやつ、ザジさんはかなり口悪いけど実はなんか人をなんかこう鼓舞しようとしてるみたいな、あれすごい好きなんですけどね人のことを確信をついてかなり言われたくないことを言うんだけど、人に、実はなんか愛から言ってんじゃないか、どっちかなみたいな。ママタルトのね、ひわちゃんと一緒に住んでる時に、ママタルトがまだ全然の時に僕が言ったセリフねひわちゃんになんて言ったんでしたっけ？言ったのが、ひわちゃんだからママタルトがまだ M1 の2回戦とかで負けてる時かな。その時もザジーさんは R1 で結果を出しているで、もうテレビ結構出ててみたいな時に、ひわちゃんはもう M1 負けたけどなんかバイト行ってとか、ちょっと飲みに行ってとかして、そした時にあんなと、ひわちゃんなんかそんなんできるのは、ひわちゃんは今のこの M1 負けてとかやってるのを自分の人生やと思ってないねみたいな。でこのままやったらこのまま負け続けて40手前になったぐらいの時にようやくこれが自分の人生って気づくんやろなとか言ってまあええねんけどみたいなこと言って面白すぎるどっからその発想になるんですか？なんか達観しすぎとか、なんかすごいですね、目線の持ち方がすごい。なんですかね、なんでそんな引き出しがあるんだろう、すごい。でもあるでしょ、バルニーさんも。いや、なんか例えばじゃあその時その同居して友達に何か言ってやりたいとか、なんかこの人を、まあ叱るじゃないけどなんか注意したいとか思っても、その語彙になんないですよ普通なんで死ぬ時に気づくやろうみたいな自分の人生って思ってないからそんな20代で成功しなくて遊んでられんねんみたいなザジさんはじゃあ何らかのタイミングでこれは自分の人生なんだと気づくタイミングがあったということなんかなですかね。いやでも格言だな普通に。でも昔から、自分の長所でもあり短所でもあんねんけど、圧倒的な俯瞰力があるともう成層圏ぐらいから自分のことを見てるかもしれない。昔から？昔から子供の頃から中高生ぐらい、自我の芽生え 10代ぐらいの頃からか。じゃあもう今のなんか流行、今のなんだろう考察ブームとか、分析とか、なんか対極目線で見る人、物事を見る、エンタメとかを見る人がすごく多いく感じるんですよ最近。多いよね。対極っていうなんていうのかな、俯瞰目線って言ったらそうだけど、なんかもう全部逆張りでさ、そうで軍師みたいな、自分軍師ですみたいな、作戦考えますみたいな、あっしが考えますみたいな方多いじゃないですか。実際会うこともあるし SNS だとめちゃくちゃ顕著だけど、じゃあもうその人たちがザジさんからしたらすごいアマちゃんに見える昔からそうだから。でもでも得意やと思う、ああいうことをやろうと思えば。へえ、霊障とか言われるじゃないですか、そういう
霊障って言われるちょっと類似かな、霊障系とか、もう霊障系の王になれる。確かに可能性あり。霊障王になれる可能性あり。霊障か。俯瞰が得意なんだ。得意なこととかあります？いや広すぎます。得意なこと。俯瞰力とか、その自分の五角形でもあるじゃないですか。もうこれぐらい生きてたら。何力みたいな。でもそれで言ったら、割と霊障とかの素質はあると思います。割とそれで育ってきた感じはある。なんかね、高校ぐらいのタイミングですごい意地悪になっちゃったんですよね、自分が。それまでは中学校すんごい楽しくて、人数少なくて、天国みたいな感じだったんですけど、もう陽キャとか陰キャの境もないようなクラス、楽しい、もう今言うたら今で言うなんていうの、オタクくんちーぎゅうみたいなことをギャルとかがみんな一緒に遊んでるような学校だったんです。で私は割と元気よりでどんどんなんか話しかけるみたいなタイプ、ですっげえ楽しかったんですけど、高校は逆にすごい人数多いとこで、すごくギャップがあって、軽いいじめみたいのもあるような、見えるような環境で、もうこれはダメだみたいな、こんな環境に来てしまったと思って、でもうどうしようかなと思った結果、自分が一番意地悪な考え方をすれば、性格悪くなれば、どんだけなんか嫌なことがあろうと別に防御できるわと思って、そういう風にダークサイドに落ちたんですよ、高校で。なんでなんかそういうなんて言うんだろうな、そういう心の太さみたいなのはなんかある気がしますね。メンタルなんていうのかな、守るじゃないけど、メンタル守るために性格悪くなる。そっからどう戻ってきたんですか？戻ってないです戻ってない。ダークサイドに落ちたまま。戻ってないかな。そのまんま環境は変わっていって、普通もうちょっと楽しい環境に行ったりとか、全然いい友達とかできたりとかしたんですけど、やっぱりどんだけ楽しくても、そういったなんか、性格悪さみたいなのは消えないですね。もうその時に作られちゃった形成されちゃったでもあれよね、やっぱりそういったやっぱこの自分にこもるというか、人が僕のイメージでは、そのピンクを身につけやすいイメージはある。マジですか？なんかこのなんだろうな、色のイメージやけど、傾向あるんだそこに。なんかね、ピンク好きな人とか、分かりやすくこのギャルの方とか、このなんだろうな、女子高生とかピンク好きじゃないですか。ピンク好きのね、多いじゃないですか。ガールズたちは多いよ、確かに。やっぱピンクってこのなんやろうな、この明るくいくぜやけども個が強いイメージ。個が強い人が、いや、そっか、なんかそっか、俺が私がそしてそのなんか価値観世界観を守るみたいな、守る代わりにこの色味でその毒ガエルじゃないけどアピールしてるんだ周囲にも俺はこれでいくぜ、私はこれでいくぜっていうのがなんかピンク身につけて、もうちょっと水色とか身につけてる人は協調性あるもん。なんか、その俺が私がじゃない気がするね。おもろ。だってこれって芸人さんの衣装とかで見てるから、これってザジーさん的には統計ですよね。統計、衣装もそうやし普段着おもろ。ザジーの色占いのそうだからやっぱ女子高生とかがあんなピンク好きになるのはやっぱ、自我が芽
芽生えて、確かに今から行くぞっていう、私はこれだっていうのを見つけて、はいはい、私はこれなんだぜっていう、確かにそういった芽生えの色なんですかね。あ、もうここですわ。私ちょっと降ります。先降りますね。じゃあ僕先降ります。はい、ありがとうございます。すいません。お疲れ様です。お疲れ様でした。タクシーがやってまいりました。タクシー、ヘイタクシー、ヘイタクシー、ヘイタクシー来たー。乗ります。乗ってください。奥行きます。なんか上座とかあるじゃないですか、タクシーってね。なんかあるらしいですね。どっちかわかんないですけど。わかんないですけど、奥のがいいんじゃないですか。奥って奥入ります。入ってください。運転手さんすいません。鳥貴族までお願いします。うわ、焼き鳥ってこと今日。いや、焼き鳥でしょう。うわ、やった。ネギ食べたい。ネギ。いや、ネギはいらないですね。ネギ嫌いですか。嫌いなんですよ、ネギ。ネギ嫌いなのマジか。玉ねぎも無理なタイプですか。いやー、きついですね。なんつうんですかね、本当にもう力を失ったぐらいの玉ねぎなら好きです。もう体に全く力が入っていない。もうくったくたの。もう本当に屍みたいな感じの玉ねぎが好きです。ネギって結構出てきません？いろんな料理で。いや、出てきますよ。だ困るんですよね。なんでこんな出てくるんだろうと思って。そうですよね、はい、日本だけじゃなくて海外の料理とか。そうでもきますよね。例えば、ハンバーガーとかそういうのは全然平気なんですよ。調理されたらいけるみたいな。ある程度はそのピザとかも多分平気でもう確かに玉ねぎ入ってる。そうですね。なんでまあ平気なんですけど、ほぼ入ってる料理になんかそういうなんていうんですかね、シャキシャキの玉ねぎはちょっとじゃあ新鮮なら新鮮ほど無理みたいな。そうですね。無理ですね。うわー、そうなんだ。結構でもネギ嫌いな人周りいるんで。本当ですか。案外いるっぽいですね。ネギマとかはちょっといらないですね。本当にネギすぎますもんね。ネギすぎるあれは。なるほど。そう、ネギすぎるものはあれか。じゃあネギ抜きでいきましょう。ネギ抜きで、行かせていただきます。ネギは食べません。ネギはじゃあ私が食べましょう。ちょっとお願いしますね。ネギ好きなんで。さっき本暇さんが海外の話ちょっとしてましたけど、はい。海外とかって行かれます？海外は家族旅行で結構行ったりとか、あと学生小学校中学校とかのなんとか学校みたいなのあるじゃないですか。修学旅行とかそういうのとか、あと友達のお母さんに連れてってもらったりとか、すごいそういう家族ぐるみのあれが多いですかね。めちゃ行ってるってことですか？行ってる方なのかな。ちょっと
多分行ってる方なのかな。ちなみに国はシンガポールとか、シンガポール、はい、イギリスだったりとか、イギリス、タイにも行きました。タイ、いや全部なんか結構良い思い出ばっかで、やっぱいいですよ海外は。ドンさんもあれなんじゃないですか、最近行ったんじゃないですか。いやそうなんですよ、行きました。ラスベガスギラギラじゃないですか、ラスベガス。もう空港からギラギラ。空港から？もう空港降りたらカジノがあるんですもん。カジノっていうかもうなんかそのカジノエリアみたいな感じで、そのスロットみたいなやつが、ルーレットとかスロットみたいなのが空港にあるみたいな感じです。なんかそのイメージってなんかドラマとかアニメの世界だけかと思ってました。いや俺もラスベガスといえばみたいなあるじゃないですか。そうですね、着くまでは全然そのなんかイメージできてなかったんですけど、着いてみたら本当にどこでもできんだみたいな感じでしたね。マジでビカビカですか？ビカビカっすね。ガチか。夜とかもう本当すごい、もうまさにですね、今まで見てた感じの景色が広がってるっていうような感じでしたけど。いやでもそれはいあれですか、もう夜でも朝でも電球だらけみたいな。そうっすね、いわゆるその眠らない街みたいにね、言われてますけど、いや本当にそんな感じっすね。眠らなかった？眠らずですね。だってあれっすよ、そのホテルに基本カジノがくっついてて、でホテルにカジノがくっついてる？そうなんですよ。だからフロントあるじゃないですか。でそのフロントの真ん前がもうすんげえでかいカジノエリアになってるんですよ。なんですごい、俺変な時間に寝ちゃって、で朝4時ぐらいにその1回UberEatsを頼むために頼んで、で下行って降りたんですけど、全然普通に人いたし、全然やってましたねみんな。まだ全然飲んでるしみたいな。イメージ通りのラスベガス。そうすごいと思って。すごい、めちゃめちゃ元気な街なんですね。ですね。ラスベガスはだいぶその堪能しましたね。てかそれが初海外だったんですけど、僕行ったことなくて。じゃあ衝撃結構大きかったんじゃないですか？マジもう衝撃しかなかったっすね。やっぱ海外って広ってなりません？なりますね。すげえ広いみたいな。てかなんか広いもそうですけど、その規模感がやっぱ全て違うんで、でかい、基本でかいな。確かにでかい、何でもでかいなっていう感じしましたね。でかいわ。そう本当に食べ物もでかかったですね。でかかったっすね。そのまあハンバーガーとかは割とその、選べるんで、まあこじんまりしたような、日本でも食べれるようなやつ食べましたけど、ピザとかの大きさはやっぱりちょっと違うなって感じしますね。ピザはちょっと日本のやつ小さいって言われましたもん。海外の人に逆にこう日本に来てもらった時に、全然あれちょっとこの大きさでこの値段みたいな。いやそうですね。そっちの世界とは違うんだよねみたいな、国の違いみたいなのを感じますね、やっぱピザは。そう、ピザのそのね一切れがまずでかいみたいな。それで1600円とかかな今だと。いや本当にそうするんで、安いしでかいし、いやすごいんだよな。ちょっとみたいな。羨ましい。ラスベガス行ってみたいなと思うんですよ、ずっと。なかなかでもその行かないというか、僕もそのあれ、格闘ゲームの大会が、エボって大会があるから、その行けたっすけど、これ自分でその選ぶかなと思ってラスベガスに行きたいって、なかなかちょっと慣れなそうだなと思って。言うてその砂漠じゃないですか。だから観光っていうものがね、まあできるはできるけど、ちょっとやっぱそのグランドキャニオンとかも行けますけど、7時間車で7時間とかなんかやっぱ結構かかるみたいなんで。遠いんですよね。そう1日かかるんで、今回はちょっと行けなかったんですけど、でもやっぱすごいなっていう海外体験してきましたね。
海外いいな、いい機会だったんですね。じゃあめちゃくちゃ。いやめちゃいい機会でした。だってウーバーイーツとかもめっちゃ緊張しましたもん、ちゃんと来んのかなみたいな。頼むのそのウーバーイーツ、日本と同じアプリで頼めたんですよ。すごくないですか？世界共通なんですね。そうなんです。住所だけ変えて、はいはい。そうすると向こうのメニューになって、もうハンバーガーとピザと、だからもう茶色と黄色と赤とみたいななんかそんなようなのばっかになってで僕胃もたれ確定演出メニューで、僕はシェイクシャックって日本でもある、店舗は少ないけど、ハンバーガー屋さんがやってたから頼んだんですけど、そのホテルの下まで来てくれるんですよ。なんで呼んで、で、早めに降りとこうと思って、そのホテルの真ん前で立って、でしたらそのもう屈強な黒人の男性の方が、本当ワイルドスピードとかに出てもおかしくないような車に乗って来て、で助手席にはその美人なお姉さんを連れて、本当ドライブがてらウーバーイーツ来ましたみたいな。すごい、もう一石五鳥ぐらいしてるんじゃないですか。来て、でその後ろの席からそのシェイクシャックの袋を取り出してで隣のお姉さんに渡して、これちょっと渡してみたいな感じのことを言って、で僕その本名セイジって言うんですけど、セイジみたいな感じでお姉さんに呼ばれてで俺タッ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 タってその助手席の方というか車のそばまで行ったら、I'm セイジみたいな感じのことを言って、でそしたらHave a nice day とか言って渡してくれて、うわ陽気や。そうで、そこでその後から聞いたんですけど、本当だったら You too って言ってあげるのがいいらしいと、らしいんですけど、全然そんな分かんないんでHave a nice day って言われて、オーンっつって別れました。なかなか愛想ない人だなって思われた可能性もあるかもしれないですね。そうかっこよく You too って言えたらなみたいな、You too、そっちもねみたいな、そう言ったらよかったですね、オーンみたいな感じで去っていくみたいな。たわいもない。そうっすね、たわいもないですね本当に。そう面白い。やっぱ違うんですね、ウーバーでもやっぱ国によって違いますね。対応とか、日本はもうすごい丁寧にね、ノリというか違うじゃないですか。お気配にしますか、はい申し訳ございませんみたいな、丁寧ですよね。日本もそんな感じでちょっと一回はやってほしいな、へいみたいな、ねへいほんま来たよみたいないいな、めちゃめちゃ良かったです。ラスベガス。そのイギリスとかタイとか行った時は、基本的には外食だと思うんですけど、やっぱどうなんですか、食事は。一番衝撃だったのが、あれどこだ、シンガポール行った時に、なんかあなたに合うご飯があるよってお食事どころで言われて、店員さんに言われて、で日本人でも食べれるようなその海外のご飯ってちょっと日本人向けとかあるじゃないですか。で食べやすいのあるよって言われて出てきたのが、なんかすっごい硬い米のなんていう料理なんかわからないんですけど、あれじゃないですか、白米に似た縦型のお米のタイ米なんですかね。線入ってるようなやつですよね。そうです、チャーハンみたいなやつで、なんか食べた瞬間はめっちゃ硬いなって感じだったんですけど、それが次の日になったら欲しくなっててその時はなんか合うよって言われて、って思いながら食べてたんですけど、次の日になったらあれ食べたいってなってて、店員さんすげえってなって、これは日本人がすごく好きな味付けなんだよって言われて。あれっすよね、シンガポールって確か京飯チキンライス、そうチキンライスが確か有名どこっすよね。あとシーフードとか。そうなんですよ。なんか白米ってよりかはなんか硬い茶色い何かみたいなとか、なんかあと米を詰めたりとかする料理多かったですね。そうなんすね。何かの動物に米を詰めるみたいな、なんかタコ飯みたいな感じの、なんかチキンの中に米詰めるみたいな
なんかザ海外みたいな。へえ、なるほど。それがめっちゃ美味しくて衝撃的でしたね。あ、次の日にこんなバフ効いてくるんだってまた癖になっちゃうぐらいの。そうなんですよ。その時は別にまあ美味しかったなぐらいの、まあまあまあ海外の料理やなみたいな、ちょっとあちこかったけど大丈夫かなぐらいだったのに、次の日は同じ店行こうよみたいなみたいな、それが一番衝撃でしたね。まあご飯ハマれれば一番いいっすよね。そう、ご飯が本当にそこですよね。多分海外ってそこでハマれるかによってその過ごしやすさが全然変わるじゃないですか、きっと。まあそうですね。シンガポールは何でしたっけ、季節風っていうんですかね。気温も結構難しい気温で、湿度がモンスーン70とか80とかなんですよ。そそうです。常に雨降ったりとか、スコールとか突発的な雨が1日に何回も来るみたいな気温なんで、ちょっと気温は過ごしづらかったりとかなるほどするんですけど、なんかやっぱそれなりに乾燥機がいろんなとこ置いてたりとか、対策されてるんですね。っていうんですかね。そうですそうです。たりとかするんですけど、やっぱご飯のうまさで済んでもええなって思いました。しかも気温を超えてなんかうまいな。あれっすよね、平和というか、その日本よりもその結構、なんつうんですかね、治安がいいとされてますよね。なんかあとゴミもめっちゃ少なかったです。そうていうか向こうは多分あれなんですよ、法が厳しすぎて、ですね。そうゆえに治安がいいっていうような感じだと思うんですけど、シンガポールって。なんか驚くほど道が綺麗すぎて、もうなんか遊園地とかサファリパークみたいな、なんかこの日本の本当にディズニーだったりユニバだったりとかの地面と同じ感じ、すごいみたいな、すごいどっか来てるみたいっていう感覚しました。やっぱなんかテーマパークやないかいって思って。罰金なんでしょうね、即。多分なんかその見張り役みたいな人が何百メートルかにポツポツポツみたいな感じでいらっしゃって、ちゃんとそれなりの装備というかしてらっしゃって、装備もしてらっしゃって、緊張感もありつつ、いやありますねそれね怖いわ。でもやっぱ国によってそういうポイ捨てが禁止だったりとか、なんかやっぱりそこら辺あるんやなって思って、社会勉強にもなりましたね。いやなりますね。こんだけきつかったらこんなに綺麗になるんだっていう、確かになんか海外との違いみたいなのをそこで感じましたね。綺麗さも。タイも綺麗だった。ちょっと本当ですか。一部やっぱなんか地域によって結構違う、やっぱあるんですかね。こっちでいうその新宿区はとか渋谷区はとか確かによってルールが変わるのか分かんないんですけど、なんか地域によってありましたね結構。そのあれっすよね、海外はもっとその如実にというか、この通りを一本行ったらやばいみたいなのとかもすごいあるっすよね。あります。なんかこっから先は行ったら一人で行っちゃいけないよってホテルの人にも言われましたその時。そうですよね。もうこっから先はそういうなんか暗い道だから、本当にあなたたちは行っちゃダメ。 GTA になっちゃうみたいなことですよね。そうですGTA になっちゃうってことですもんね。GTA が発生するからダメだよみたいなあります。観光客はここまでみたいな、お責任取れないよみたいなぽいっすよね。なんでとか思いつつ、こんなすぐ隣にそんなのあるのみたいな。いや怖いよな。そうなんかラスベガスは比較的安全なんですよ。やっぱ観光客も多いんで。ですよね、安全なイメージありますね。で夜もなんだかんだ人いたりするんで、さすがにその夜一人で歩いたりっていうのはちょっと基本避けた方がいいとはされてるんですけど、そこまでそのなんか大丈夫みたいですね。でも言うてあるみたいですけどね、やっぱそのこの通りは良くないみたいなのはやっぱあるみたいで。どこの国でもやっぱあるんですかね。日本がだいぶどこ行っても大丈夫みたいな感じが珍しいのかもしれないしね。そうっすね。
それを結構やっぱひしひしと感じましたね。なんかちょっとスリルあるなみたいなスリルありますよね。だいぶあるっすね。なんか海外やっぱ日本から離れると病院も、言葉が通じない以上、病院とか何かあった時の何かが遠いんで、それも含めてでもいいっすねラスベガス。今回僕、今ガニメデに所属してるんですけど、そのガニメデからマネージャーさんついてくださって、で、英語喋れる方だったんで、助かる。基本行きたいところがあった場合は、その人を同伴でってことでめちゃめちゃ助かりましたね本当に。いや一人やっぱり喋れる方がいると安心が違いますよね。違いましたね。なんかあった時に何でもしてくれるみたいなお話してくれるし、なんか注意されてなんか怒ってるけど何言ってるかわからないみたいな状況が実際あったんですよ。あったんだ。あって、そしたら今お前が背負ってるカバンはその中に入れられないよみたいな、だからあっちのロッカーに預けなさいみたいな、じゃあねと入れないよみたいなことは言ってたっぽいんですけど、バーって一気に言われるから全然分かんなかったんですよ。でここで積んでたなみたいな。結構やっぱ早口に聞こえますしね。そうなんですよね。何言ってんだっていう。そう全然みたいな感じ。助かりましたね。じゃあかなり助かりました。でもやっぱ入国審査だけは絶対に一人になっちゃうんで、そうですね。そこがやっぱ一番緊張しましたね。入国審査いろいろ大丈夫かこの人っつって見られますもんね。で僕やっぱ不安でたまんなかったんで、やっぱガニメデの方にすごいいろいろ用意してもらったんですよ。書類みたいなパスポートとかそういうのも、ホテル泊まるところとかも全部紙ベースでいつも出せるようにみたいな、で聞かれたらこれ出すっていうような形にして、でなおかつ聞かれるフレーズみたいなのもついてきてくださったマネージャーさんに聞いて、こういう単語で聞かれるよみたいな、そしたらこうやって答えればいいみたいなね、までやって臨んで、そしたらすごい本当体の大きい黒人の方に指でクイクイクイってこっち来いみたいにされて、でパスポートまず渡して、でそしたら一旦段張りタイムがあって、でカメラ向いてみたいな、向いてって言われて、でカメラチェックして、でそしたら今思い出せばこう言ってたんだろうなって感じなんですけど、右手の4本指を置いてみたいな、要は指紋チェックですね。なるほど。それを最初なんかフォーフィンガーライトハンドなんちゃらかんちゃらみたいなことを多分言ってたんですよ。でそれ聞き取れなくてみたいなことを言ってて、そしたら向こうが 2,3 回目ぐらいでもう分かんねえのかみたいな感じでジェスチャーしてくれるようになって、でなるほどみたいな感じで置いてって、で次親指置いてみたいな、で次左手もやってみたいな感じで、もうそっからもうジェスチャーで全部、で親指置いてみたいな感じで、そしたらなんかそっから下向いてずっとだんまりしてたんですよ。でこっからだと思って、こっから聞かれるわ、ついに来ると思ったら、なんかその人が急に俺の方を見て、まだいたのみたいな顔するんですよ。もういいけどみたいな。して指でなんかもうあっち行けあっち行けみたいな、はいみたいな感じのことし始めて、で俺としてはすごいね、警戒してたというか、もう準備万端の状態でいたわけで、待ってた側ですよね。待ってたです、求めてたわけですよ、質問を。で来ないし行けって言われてるし、でもこれ行っていいのみたいな不安もあるしで、確かに怖いもんね、勝手に行ったら。で行っていいのっていうのも英語でなんて言っていいか分かんないから、みたいな感じでずっと聞き返してて、俺でも行けもう行けみたいな感じになっちゃって、で通されるみたいな感じで、結局良かったんやっていう。結局だから指紋チェックだけで
終わっちゃったみたいな。もうやっぱ作業だったんですね、もうその間やっぱ。でみたいっすよ。だって早いけ言うて。そうなんかその日やたら、要は並んでたってのもあって、混み合ってたんですね。そうなのかもしんないですけどその後聞いたらその指紋チェックすらしなかったよって人いましたもん。顔パスみたいなあるんだ。こいつはもう大丈夫だみたいな。だ俺も多分こいつ英語できないし、もうめんどくさいし、なんか多分こいつは悪いことしない顔だなみたいな、まあ大丈夫やろまあお前大丈夫でしょみたいな、どうせ何もしないでしょみたいな顔で多分判断されて終わったっす。でもいいですね、それも含めていや海外旅行いい思い出だったんじゃないですか。そうですね、まあ結果的に本当に楽しませていただきましたね。ねえ、また行きたいですか。またね行きたいです。でも遠いです。遠いです。ちょっと正直遠かったです。何時間かかりましたか。13時間ぐらいで帰りとかは乗ったんで、もうちょっと近いと嬉しいなってぐらいですね。じゃあまたイベントか何かで。そうですね、行けたらいいなと思うんですけれども、ちょっとまた本暇さんのその海外話も詳しく聞かせてくださいよ。いや、取り木でね。そう、このまま鳥貴族ネギ抜きでいきましょう。はい、ちょっと焼き鳥食べながら聞かせていただけたらなと思います。着いたみたいです。着きました降りましょう。さあネギ抜き食べるぞ。食べるか。食べましょう。すいません、修学旅行のバスに乗り遅れちゃって。嵐山までお願いしたいんですけど、お願いします。お願いします。